そうだよ。カリン様の出立の支度が長引いちゃって。カリン様は日夜お忙しいのだ。仕方あるまい。私とキーですけど。なんだ、私が護衛でなければ不満か？兄ちゃん、もともとカリン様の護衛って僕たちの仕事だからね。なんだ、変なやつだな。おれ、さっさと食え。料理が冷めてしまうぞ。春蘭様もいいですよね。ああ、好きにするがよい。カリン様、出立の準備整いました。そう。なら後のことは任せたわね、シュウラン、リン。は、お任せください。承知いたしました。カリン様、私は。もちろんあなたにも任せるわ、シュンラン。はい、お任せください。カリーネ、私は。はいはい、カロンも頼りにしているわよ。任せるっす。今回は三国会議を優先させたけれど、予定では視察の方が先だったのよ。それをこれ以上ずらすわけにもいかないでしょ。あら、カズとは寂しがっている暇などないでしょ。ネアに招く相手にはこと書かないのではなくて。あら、ならカズとは私が留守にしても眉一つ動かさない？冷たいのね。そここそあなたの腕の見せ所でしょうに。そちらに関しては任せたわよ。では出立する。ルル、号令を。はい。総員出立。粛々と進軍せよ。行っちゃいましたね。後のことを任せられるのも我々が信頼されている証です。そのようなことは決して。本音は。ようやく落葉に詰めることが増えて、カリン様とも一緒にいられる時間が増えるかと思った矢先にこれとは。ってせめて人の話は聞いてください。りんちゃんののろけ話が甘すぎて思わず寝てしまいました。そういう風はどうなのですか？ふうもほら、あれですよ。カリン様恋しさに雨も喉を通らないというか、夜も眠れないというか。
もたった今寝ていましたよね。まあフーはそのような感じなのですが、どちらかといえば春蘭ちゃんの方が気になりますね。確かにそうですね。どうして私をお連れくださらなかったんだろうみたいな。今回はそんなことも気にならないくらいの暑い夜を過ごしたとかですかね。暑い夜。それはまさかカズト殿も合わせて、カリン様と春蘭様とカズト殿がクンズ北列。はいはい、りんちゃん、トントンしますよ。トントン。はあ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 。おい、本郷。えい、おとなしくせい。悪いようにはしないっすから。カズトッチ、もう出てきてもいいっすよ。なんだそんな顔して。内緒の集まりだからに決まっているだろう。知らない人についていっちゃいけませんっていつも映画や警備隊のみんなが言ってるっすよ。もう言い出しっぺの春麗のせいっすよ。カロンも面白そうと言ったではないか。それにだな、この方がいろいろと手間が省けるだろう。それは困るな。貴様には我々の計画に加わってもらう。嫌だと言っても貴様には拒否権などっていいのか。さすがカズトッチ、話がわかるっす。私とカロンで
カリン様の結婚式を開こうと思ってな。もちろん相手はカズトッチっすよ。そうだろうそうだろう。それはだな。ですね。そこはこれからなんとかするのだ。そうっすよね。そこはあれだ。貴様がよく言うなんとか殺法というやつでな。違うっすよシュンね。さすらい一人旅っす。さなんとかだ、さなんとか。それだ。おお、分かっているではないか。カリン様は国の状況が整うまでそのようなことは不要だとおっしゃっていたが、三国もすでに安定しているし、王としての精進もカリン様ほどになれば十分だろう。だとすればその先に女の幸せとやらをお求めになっても良いと思うのだ。手伝ってくれるっすか？そしてカリン様にお褒めいただくのだ。褒めてもらうっす。私たちだけだが。秘密の作戦を進めるときには人数は少なければ少ないほどいいって聞いたっそれは私も考えたのだが、いつもシューランにばかり頼るというのもな。そうっす。レイカたちも忙しいから今回は私とシュンネでやりたいっす。それを何とかするのがお前だろう。頑張るっす、カズトッチ。よし、ならば本郷もこのことは絶対に秘密で頼むぞ。何か報告がある？いえ、そういうわけじゃないんですけど、今日の春蘭様、
なんだか様子が変じゃありませんでしたか？春蘭が？あ、それ僕も思った。いつもならカリン様の視察がある時って一緒に行きたいって言いますよね。それに出発の時のお見送りはもっと泣いたりぼんやりしてたりすることが多いのに、今日は普通だったよね。僕もいつもはキーが羨ましいぞって30回は言われるのに。春蘭も少しは大人になったのでしょ？春蘭様はもう十分大人ですよ。そうね。キーから見たら十分大人よね。カリン様は何かご存知なのですか？いいえ、何も聞いていないわよ。まあ何があるかはこの視察から帰る頃にはわかるでしょう。2人もそれまでのお楽しみね。お楽しみ？気になるよ。カリン様、なんだか嬉しそう。ルルにそう見えるのならそうかもしれないわね。はああ、そうだ、2人とも。あ、何ですか？次の町に着いたら2人に少々お使いを頼みたいのだけれど、構わない？それはいいですけど、何ですか？忘れ物だったら僕お城まで取りに行ってきますよ。その必要はないわ。着いたら話すから、そのことだけ気に留めておいてちょうだい。わかりました。もう20年近く前の書類ですからお願いいたしますわ。シューネ、こっちも捨てちゃっていいやつですか？そこに山にしてあるものはもう必要ないものだからな。焚き付けにしてしまって構わないぞ。わかったっす。それは大丈夫ですわ。引き継ぎが必要なところは紙に書き写してありますし、義の様式とも違いますから、これ以上昔のものはあまり必要がありませんの。紙くらい薄ければ放っておいても良いのですけれど。そういえばシューランさん、今期の新作の服ご覧になりました？いや、まだだが、もう話が来たのか？澤さんから聞いたのですけれど、今年の流行りはお姉様に合いそうなものが多いようで。ほう、それは聞き捨てならんな。当たり前ですわ。そういうカズトさんも職ではユエさんたちに自分好みの服を着せてはべらせていると聞いていますわよ。違うのか？カズトッチも映画みたいなことしてるんすか？あら、でもメイド服とやらはお好きなのではなくて？ですわよね。うちの子たちにも何人か着せていますけれど、あれはとても良いものですわ。見てて癒されますもの。でもそんな服どこ
こから買ってきたんすか？職に視察に行った時に少し。あとは私の懇意にしている仕立て屋に命じて。あーずるいっす。公私混同っす。別に私の手持ちのお金なのだからいいでしょ。買いに行ったのもお休みの日ですし。というか、それは店で売っているようなものなのか。そうだ。だったらカズトッチ。カリン姉の衣装も知り合いのおっちゃんって人に。あ、なんだ本郷、カリン様に侍女の服を着せるつもりか。あら、そうですの。残念。お姉様に侍女の服だなんて少しドキドキしてしまいません？そうだな。それより手が止まっていますわよ。退屈な仕事なのはわかりますけれど、手だけはしっかり動かしてくださいまし。こちらはボツになった計画の書類か。そのようですわね。こちらは芝居小屋。確かに芸事の支援という意味では作ってみてもいいかもしれませんわね。毎日舞台が見られる場所というのも町の発展につながりそうですわ。彼女たちも悪くはありませんけれど、少し年が。私としましては、今そういう芝居小屋を作るなら次の世代の若い子を囲い込みたいところですわね。ちょっと失礼ですわよ。シュウネ、囲い込むって何なんすか？まあそのうちわかるさ。あ、そうだ、カズトッチ。小屋で思い出したんすけど、式の会場ってどうした本郷。どこですの？任せるっす。だって虫退治したら服汚れちゃうっす。だったら最初から脱いでた方がいいっすよ。それで虫はどこですの？もう私ここに来ることも多いのですから、そういうものは見ても黙っておいてくださいまし。なあカロン、なんすかシュウネ。カリン様の結婚式の支度どのくらい進んでいるのだ？ここのお手伝いが終わっ
ったらまたシュン姉とカズトッチと集まるんすよ。そうか。どうしたんすかカズトッチ。姉じゃだが。ちゃんと内緒にするように言ったっすよねえ。どうせこんなことだろうと思いましたから、私は誰にも話していませんわよ。カズトさん、カロンさんとシュンランさんが本当にこの手の話を内緒にできると思ってらっしゃいましたの？そうっすよね。ですからカロンさん、カズトさん、私にも手伝えることがあったらいくらでもお申し付けくださいましね。私もお姉様の花嫁衣装を見るためなら協力は惜しみませんわ。お金のこと以外で。実際手は足りているのか。姉者の話を聞くに3人だけで進めているのだろう。そうなんす。みんなでやったら楽しいのは分かってるっすけど、そうっす。だからシュウネ。別に私も無理に手伝おうというのではない。必要なことがあったらいつでも言ってくれ。エイカもそれでいいな。そうですわね。でも私たちもお姉様のために何かしたい気持ちは一緒ですのよ。それだけは忘れないでくださいまし。けれどいよいよお姉様もお嫁さんなのですわね。その式典が区切りになるとも考えられるからな。そうそう軽んずるものでもないぞ。生まれた時からずっと一緒ですわね。そうっすよ。私たちはかりん姉やシュウ姉に育ててもらったみたいなもんすから。想像できなくて当たり前ですわ。とても素晴らしいお嬢様でしたもの。とても利発な子供でな。そのあたりは今も昔も何一つ変わらないな。そんな感じっすね。ちっちゃい頃から難しいものの言い方してたっすよ。可愛かったなんてものではありませんわ。あの頃のお姿は今も私のまぶたの裏に焼き付いていますもの。幼い中にも気高さと強さがあって、その上優しく美しく、そう、あのお姿こそまさに天からの使い。あ、勝田さんのことじゃありませんわよ。
れは町の学者に入っていた頃のことだな。そんなことがあったんすか？全然覚えてないっす。そう、あれはまだ私たちも学者に入ったばかりの頃のことですわ。近所に評判の美人がいてな。そうですの。その方は優しくて器量も良くて、時折外出する時などには辺りの若者が周囲に列を作って見守るような。それでその美人に縁談の話が持ち上がってな。そうなんですの。けれどその美人には心に決めた方がいらっしゃって。そうだったか？ええ、私は知らない殿方のところに嫁ぐなんて嫌だと申しましたのに、お父様は無理やり縁談をまとめ上げて。もうそんなこと口にしないでくださいまし。恥ずかしいですわ。そんな追い詰められた私をお姉様は優しくさらってくださって、あの時祝言を控えて根やで泣きじゃくる私に差し伸べられたお姉様の手の強さと温かさ。私は伸ばされたその手をギュッと握り返して、お姉様の優しい腕に包まれて、お姉様、私ずっとついていきますわ。エイカとかりん姉にそんなことがあったんすか？私全然知らなかったっす。手が止まっているぞ、3人とも。そう、お姉様のあの頃のお姿こそまさに私の理想の形。いえ、私は今もあの頃のお姉様を求めているのかもしれませんわね。ちゃんと聞いていらっしゃいますの？カストさん。写真なんすかそれ？あれか、確かにあれがあればな。面白そうっすね。カストさん、それを魔王さんに言って改良してもらえば、もしかして当時のお姉様の姿も。カストさんは時間を超えてここにいらしたのでしょ？残念ですわ。それがあればまだ若かりし頃のお姉様の姿をまた見られるかと思いましたのに。でも絵なら描けるんじゃないっすか？カストさん、絵はお描きになれますの？少しは描けるんですのね。なら私がお姉様の特徴を言っていけば、そ
そのような絵も描けるということですの？カズトっちならきっと大丈夫っす。私の思い出のお姉様がその程度のことで気がされるわけがないでしょ。ほらカズトさん、物は試しと言うではありませんの。幸いここには紙も筆もあるからな。試してみたらどうだ、本郷。私も描いてみるっす。